メイクアップアーティストのはるかです。今回はリクエストでいただいたアイシャドウをきれいに塗るためのポイントについてご紹介します。たくさんポイントがある中でも、今回は NG 例と合わせて7つのポイントをご紹介しますので、今後のメイクのご参考にしていただけると嬉しいです。1つ目のポイントは、ベースカラーを使用することです。ベースカラーを塗らずにまぶたがペタペタしている状態の上にアイシャドウを塗るとムラになったり濃くついてしまう原因になります。明るいカラーのアイシャドウをベースカラーとして目の際から眉下まで全体に塗って適度にサラッとさせておくと次に塗るアイシャドウがムラなく均一に塗ることができます。明るいシマーなベージュカラーはどのカラーのアイシャドウとも合わせやすいのでおすすめですし、フェイスパウダーを代用しても構いません。ベースカラーを塗ることでアイシャドウのカラーの境目も綺麗に仕上がり、グラデーションも作りやすくなります。2つ目のポイントはアイシャドウをすぐに塗らないことです。ブラシにアイシャドウを取りすぐに塗ってしまうと粉が多くつきすぎてしまい色ムラになってしまったり、粉飛びがしてメイク崩れをしているような仕上がりに見えてしまいます。アイシャドウをブラシに取った後はティッシュの上や手の甲で一度ブラシにしっかり含ませて粉の量を調節してからまぶたに塗ります。この一手間で仕上がりがとても変わるので必ず行っていただきたいのと、アイシャドウだけではなくフェイスパウダーやチークなども一度ブラシになじませてから塗ることが綺麗にメイクを仕上げるためのポイントになります。アイシャドウの量を調節することでこのようにムラなく塗ることができるのと、濃く仕上げたい場合はこの工程をもう一度繰り返すように塗ると綺麗に仕上げることができます。3つ目のポイントはアイシャドウを最初に置く位置です。アイシャドウを最初に置いた場所が一番濃く色が乗るので、まぶたに適当に塗るのではなく、一番濃くしたい目の際にまずブラシを置いてから徐々にアイホールに向かって幅を広げていきます。アイシャドウをまた足して重ね塗りをする場合も同じように、目の際にブラシをまず置いてから徐々に広げていくように重ね塗りをします。次に塗るカラーも同じように目の際に置いてから広げていくことでグラデーションが綺麗に仕上がります。他にも目尻側を濃くしたグラデーションに仕上げたい場合は、目尻側にブラシを置いてから目頭側に向かってブラシを動かして広げていくと綺麗なグラデーションを作ることができます。ブラシを最初に置く位置によって縦グラデ、横グラデと仕上げたいグラデーションに合わせて使い分けができます。4つ目のポイントは塗る幅に合わせたブラシ選びです。アイホールの広い幅に塗るときに細くて小さいブラシで塗ってしまったり、逆に下まぶたの狭い幅に塗るときに大きなブラシで塗るとムラになってしまったり、粉飛びがしてメイクが綺麗に見えない原因になってしまいます。アイホールに広く塗るときには大きめのブラシで塗ると一気に塗ることができ、ムラなく均一に塗ることができます。グラデーションを作る場合は次に使用するカラーはもう少し小さめのアイシャドウブラシやスマッチブラシを使用することで塗る幅を調節することができ、綺麗なグラデーションに仕上げることができます。下まぶたの狭く塗りたい部分には細いブラシを使用するとピンポイントに塗ることができるので、塗る幅やカラーに合わせてブラシの使い分けがポイントになります。5つ目のポイントはブラシの持ち方です。アイシャドウブラシを立てて持ち、ブラシの先端で吐くように塗ると粉飛びがしてメイクが汚く見えてしまいますし、密着もしにくくメイク崩れの原因になってしまいます。アイホールにアイシャドウを塗るときにはブラシを寝かせてアイシャドウを密着させながら塗ります。塗るときのポイントとして何度もまぶたからブラシを離さずにできるだけまぶたとブラシを密着させたまま動かすとムラになりにくいです。ブラシを立てて使用していい場合は
このようにカラーの境目をぼかすためにブレンディングするときや、狭い幅に細く塗りたいときには、ブラシを立てて持ち、ブラシの先端を使用します。ブラシの先端を使用することで、塗りたい部分にピンポイントに塗ることができます。グリッターカラーを使用する場合は、ブラシよりも指で塗ると密着させやすいのと、ブラシで塗る場合は伸ばすのではなく、置いて密着させるようなイメージで仕上げるとラメ飛びもしにくくなります。ブラシの使い分けだけではなく、持ち方にも注意して使用することがポイントになります。6つ目のポイントはアイラインをブレンディングすることです。綺麗なアイラインを仕上げるためのポイント動画でもご紹介していますが、アイラインをブレンディングすることでアイラインの形が整い、綺麗に見えるだけではなく、アイシャドウからアイラインまでの流れのグラデーションを作ることができるので、アイシャドウも綺麗に見せることができます。最後の7つ目のポイントはアイシャドウのテクスチャー選びです。アイホールにマットカラー、目の際にラメカラーを使用するメイクは特別な立体感を出すメイクに使用する場合もありますが、アイシャドウを塗るのが苦手な方はアイホールにパールの入ったシマーなカラーを使用して、目の際にはマットカラーを使用するとグラデーションを簡単に仕上げやすいです。マットとマットのグラデーションも丁寧に仕上げると綺麗に塗ることができますが、メイク初心者の方やメイクが苦手な方はシマーとマットの組み合わせ、またはシマーとシマーの組み合わせがおすすめです。グリッターカラーは最後の仕上げに塗るとメイクをしている最中のラメ飛びを防ぐことができます。このように綺麗なグラデーションに仕上がります。今回ご紹介したポイントを復習すると、1つ目、ベースカラーを使用すること。2つ目、アイシャドウをすぐに塗らないこと。3つ目、アイシャドウを最初に置く位置。4つ目、塗る幅に合わせたブラシ選び。5つ目、ブラシの持ち方。6つ目、アイラインをブレンディングすること。7つ目、アイシャドウのテクスチャー選び。今回はアイシャドウをきれいに塗るためのポイントとして7つのポイントをご紹介しました。こちらのポイントを踏まえてメイクを仕上げていただくと、ムラなく綺麗なグラデーションを作ることができ、粉飛びもしにくくメイク崩れ対策にもなります。綺麗なアイメイクに仕上げることができると思いますので、ぜひお試しください。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。